こんにちは、千代子です。ようこそおいでくださいました。今回のプロジェクトですが、取り掛かるにあたって千代子工房が宣言したことがあります。目指せ一攫千金です。チャレンジするのはワイヤーとマイコンで作る金属探知機。一発当てるため、千代子工房は自作探知機を片手に財宝探しの旅に出ます。目指すのは戦国大名の埋蔵金、ローマ帝国のコイン、ケルトのお姫様の首飾りというのは嘘で、ただ家の中で探し物をするために便利かなと思い作ってみることにしたのです。例えば鍵がどこに行ったかわからない時など。さて、材料を見ていきましょう。とその前にざっくりと作りたい金属探知機が何なのか大雑把に見ていきます。金属のワイヤーをコイルにして電流を流すと磁気が発生します。中学校の理科の授業で習う電磁誘導とか右ネジの法則のお話ですね。その磁界内に金属のように電気を通すものが近づいたら、この磁界に変化が起こるので、それを検知します。では今度こそ材料集めです。まずはコイルを作るためのワイヤー、断面の直径 0.45 ミリから 0.7 ミリぐらいのエナメルコーティングと PVC コーティング、いろいろ引っ張り出してきました。マイコンは千代子工房定番のアルドゥイーノ UNO の互換機。コイルとマイコンはブレッドボード上の回路を介してつながっています。今回参考にさせていただいた作り方は2つ。こちらとこちら。精度の高さよりも初心者用にシンプルに作られるものを提供してくださっています。材料もうちにある在庫で間に合いそうです。まずはこちら、回路1としましょうか。ブレッドボードに載っているものはこの通り。100ナノファラッドのコンデンサー、茶色くて104と書かれているものです。それと IN4007 ダイオード、220オームの抵抗を2つ。このうちの1つは LED ライト用ですね。それと LED ライトを1つ。次は回路2としましょうか。100マイクロファラッドのコンデンサー。先ほどの茶色いかわいいコンデンサーと比べて、こちらはシックな黒で形もちょっと違いますね。100オームの抵抗を1つ、タクトスイッチを1つ、それとブザー。それぞれコイルとアルドゥイーノのピンとはこのようにつながれています。回路1ではコイルは抵抗1つにダイオードとコンデンサーとつながっています。回路2はコイルに直接つながっているのはアルドゥイーノのピン以外は100オームの抵抗1つだけです。ダイオードはないし、コンデンサーはブザーのためのものですね。回路1の方はアルドゥイーノのアナログピン0からコイルにパルスを送り、アナログピン1でコンデンサーに一時的に蓄えられた電圧を読み取ります。それに対し回路2はデジタルピン10からパルスを送り、デジタルピン8でそのパルスを読み取るまでの時間が金属が近づくことによって変化するかをチェックしています。ところで、私有地だろうが公の土地だろうが、よその土地で勝手に宝探しはできません。国ごとに法律も違います。試運転の段階で事前に許可を求めたり手続きをしたりするのが面倒なら、まずは自分の庭でやってみようということになるでしょうね。でもご注意、日本を含めた国々では、たとえ自分が所有する土地でも何か見つかったら届け出ることになっています。しかるべき手続きを経て一定期間後に自分のものになったり、お国がお買い上げになったり
ということになるようです。オープニングで宝探し目的は嘘だと言ったのに、なんでそんなこと調べて川山用しているのか。いや、念のためです。金属探知機は法にのっとって正しく使いましょう。お手本では20回巻いてあるとありますが、直径については動画でのアルドゥイーノの大きさと比べて10センチ弱というところでしょうか。コイルはいろいろ何種類か作ってみました。ちなみにこちらのサイトではインダクタンスを400マイクロヘンリーにするためのワイヤーの太さ、コイルの直径、巻き数、抵抗値が表になって提示されています。ただこの作り方だとうちにないパーツがありすぎて諦めたんです。電源はモバイルバッテリーから取ります。まずは大きなコイルから。お鍋の蓋に反応しましたね。ハサミやピンセットも反応しています。やったーと思ったのですが、なんかよくわかりません。単に暴走しているだけなのでしょうか。2ユーロコインへの反応は、これって何なんだろう、不安定です。イワシ缶や肝油の缶には多分反応していると言ってもいいでしょうね。次はやや小さいコイルに行ってみます。こちらもハサミやピンセットなどには反応しています。コインにも気づいているのかな。確証は持てないですね。金属探知機がなくても見つけられそうな大きなものにはよく反応しているようです。お宝探しなら邪馬台国の銅鏡とかローマの兵士のヘルメットを探すのには場合によっては役に立つのかもしれませんね。次、もう少し小さくて繊細な雰囲気のコイルに行ってみましょう。これは今度こそコインに反応していると言えるのではないでしょうか。これは回路2の説明なのですけれど、小さいものを見つけるのには直径の小さいコイルでないといけないというのは実感できました。では次に行きます。回路2です。こちらはコードの中に4ミリの太さのワイヤーを直径5センチで60回巻くとあります。10分で作れる金属探知機とありますが、私だとワイヤーを60回巻いてるうちに10分経ってしまいました。今回は何かあるかもという時は LED ではなくてブザーで知らせます。でもブザーのモジュールってないなぁと思ったら、これで代用しようと引っ張り出してきたのがこちらです。普通に電池をつなぐとエリーゼのためです。でもエリーゼのためには演奏されません。アルドゥイーノが磁界の変化を検知してブザー音の音程をコントロールするのです。ベートーベン先生、ごめんなさい。
コインを見るとブザーが鳴りますね。さあ、指輪はどうだ。いいですね。この謎のタプトスイッチはリセットボタンだそうです。では思い切って待ち針はどうでしょう。実は金属探知機が欲しかった理由は、縫い針を落としてしまった時に見つけてもらえないかなと思ったのです。どうでしょうね。さすがに針はちょっと野心的すぎるでしょうね。でも全く反応しないわけでもないのかもしれません。とここで肉眼で見えるものでブザーを鳴らせたからといってドヤ顔を続けていいものかと我に返りました。お菓子の箱の下にあるものを見つけられています。紙箱ですけどね。というわけで、地中に埋もれている金属をどこまで探し当てられるかは分かりませんが、室内での探し物だったら使い道があるかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。また別のプロジェクトも覗きにいらしてください。